はい。では、ネギの加工をしていきます。刻みですね。刻みの方をしていきます。でまず、先に、これ、のみを立てるというんですが、この炭のラインに合わせてのみを軽くコンって入れます。これ慣れないと線に合わせるの大変なんですけど。はい。で、全部ですね。全部の線入れてください。で、実際加工の時ここまで線、のみ立てたりしないと思うんですけど、まあ基本ということで。あと、このアリの頭の線。これは炭を払うと言って、炭をなくすように取るので、炭をなくすような位置でのみを立ててください。炭を取るような位置ってことですね。はい。で、90度回して、この線も全部のみを取っていきます。で、これは、これをやっておくと、これ以上、木が、こう加工していくと、これがパンって飛んだりとかするんですね。で、角が傷つかないようにというか、角がきれいに出るようにという意味で、これをやっていきます。はい。それで、のみを立て終わりました。インパクトでここにドリルで穴に開けます。こういうふうに穴を開けます。でこれは、50ミリ取るんですが、50ミリより浅めにしておいてください。後で最後で調整する感じで、50ミリぴったりいければいいんですけど、深くしたくないので、まあ、深くやりすぎるぐらいだったら浅めにしておいてください。で、芯に合わせて、はい。では、丸ノコを入れていきます。まずこの斜めの線のところに丸ノコを入れていきます。でこれは丸ノコ深さを50に設定します。この線に丸ノコの深さを合わせます。でこの斜めのやつを、丸ノコを入れていきます。でこの時に、ここで終わっていると、入れる角度がわからないので、ここまで下ろしていくと、加工がしやすいよと。これ手のこでやる場合も同じですね。手のこでやる場合も結局ここまで降りてないと、どっから切り始めていいかわかんないってことになるので、まあ、ここまで引いた方がいいと思います。で、次、こちらもですね。こんな感じです。斜めにこの線と丸のこを入れました。で、今度は丸のこの深さを15ミリに設定します。ここですね。この深さに丸のこの刃を合わせてあげます。で、先にこの際とこの際に丸のこを入れて、それから内側の方をいっぱい丸のこを入れていくということをします。で、このなんかやり方というかコツは、以前に加工の基本っていう動画を作っていて、そこで詳しく解説をしています。で、まずこれです。はい。こちらも。同じです。であと、この内側の中の方をいっぱい取っていきます。はい、あとですね、ここも丸のこをこうやって入れることもありますが、今回は危ないのでやる気に置きます。はい。こ
こまで取ったら、のみで粗めに取ります。でこの線ですね。この線より、まあ、1、2ミリ、外で、こんな風に粗く取ってください。すると、ここが残っちゃうんですよね、やっぱり。この丸のこの入らない部分が残ってしまうので、ここを取っていきます。これをまず繊維方向を取るっていうことですね。あと先に、ここも線より、1、2ミリ内側、一回強めに叩いておいてください。この角がちょっと邪魔なんで先に取っちゃいます。で、ここですね。ここに一回、のみをバンって入れて、これを切るんです。で、また、ドンってやって、っていう感じで、ここを掘ってあげると。で、これ、こういう風にしないと、これを一生懸命、でこれだけ叩いていっても、のみ入っていかないんですよ。のみって斜めにテーパーになっているので、抵抗がかかって入っていかなくなります。なので、こうやってのみの入るスペースを取ってあげるということをします。でこちらも同じですね。で、大体取れたら、今度こっち側も。ここも掘りすぎないように気をつけてください。15ミリですね。ここの深さも15ミリまでです。で、ここまで掘ったら、上から取ってください。この内側、この中っていうのも、この切り墨と同じで、ここが出てると、下がつかなくなってしまうので、まあ、少し掘る部分に関しては問題ないです。例えば1ミリとか、1、2ミリ、ちょっと深く掘るというのは問題ありません。けど、出てるのは絶対ダメってことですね。掘りすぎも良くないですけど、出てるのが一番良くないので、1ミリぐらい深く掘る分には問題ありません。そこはもうクリアランスという、まあ、逃げの部分なので、あと、大体粗笛が終わったら仕上げていきます。今、ここも1、2ミリ、外側で掘ってるので、これもまっすぐ墨に合わせて取ってあげます。あと深さとかは定規で確認してください。最後の最後っていうのはやっぱり手でこうやって仕上げていくという形にした方が綺麗にいいと思います。ほんの少しだけ残しておいて、最後の
一撃を手でやるという感じですね。あとこちらの深さもですね。あと触ってみて出っ張ってるところがないのかっていうのも感覚的に分かりやすいのでいいと思います。はい、今ここの荒彫りとかここが終わったところですね。次にこの三角形の部分を取っていきます。これも取れるところを粗めに取っちゃってください。あとこれ補助線引いた方がいいですね。これがまっすぐ下に降りる線を延長してあげてください。はい、で、この今入れた線ですね。に合わせて、よりちょっと1、2ミリ入れたところで、ここに叩いてください。こういう感じですね。この線よりも1、2ミリ内側で、のみをがっつり叩くとか。あと、インパクトの深さこれだけ足りなかったってことなんですよね。まあ、これは僕がビビりな証拠です。はい、あと取っていきます。で、まずここの深さのところを簡単に掘って。今のもここに先にのみ入れてないとこれがベリーにいってこっち側も取れちゃったりします。こんなもんかな。まずとりあえずこれぐらい掘ったら、次に斜めにのみを入れていきます。まずここか。この墨払いのところ、がっつりのみ入れてください。で、この斜めに、この丸のこ入ってるところを基準に入れるんですが、今このまままっすぐ掘ろうとすると、どうしてもこっち側に入っていっちゃうんですよね。こっち側ってテーパーがあって、どんどん刃がこうやって入っていっちゃうので、特に斜めだからこうやって入っていっちゃうんですね。なので、ちょっと大げさに言うと、これぐらいの感じで、こういうふうに入れてください。これも、このままいっちゃうと、こう入っちゃうので、ちょっとこういう感じで。これも繊維方向を切ってあげるのが目的ですね。で、中を取る。はい。で、もうちょっと。
はい。で、これで、今、荒彫りが終わった感じですね。この線よりも、1ミリ、2ミリ、外側というか内側で彫ってあって、こっち側も同じですね。で、これを、徐々に攻めていくと。あ、その前にあれですね。今、この補助線引きましたよね。その線上に一回飲み立てた方がいいですね。さっき立てたっけ？これ以上いかないようにというところで。あとはこのまま。徐々に、仕上げていくという感じです。どうしてもこの奥の角の部分って飲みもこうやって入りにくいし、こっちから入れても入りにくいしで、どうしても残りがちなんですけど、まあ、基本的にはこっち側から入れて、こっち側から入れて、まあ、こうと、こうと、こうと、こういう動きですね。この動きを、交互にうまく組み合わせて、で、基本的には繊維方向を切れば取れるというのが基本的になので、まあ、なるべく繊維方向を切って、あとは弾くというか、切り飛ばすというか、いう感じで取っていくと、奥の角も取りやすいと思います。あと深さですね。あとは深さですね。こうやって深さも確認して、50ミリ。ですね。あと、こっち側の取り残しがないかどうかと、ここもですね、ちゃんとまっすぐ振ってあるかどうかを確認してください。いいですね。はい、ここも結構出てたりするときあるので、気をつけてください。若干、ここが実は出てました。あとは取り残しや墨残っているとこないかとか確認して、問題なければ、これでネギの方が完成です。
はい。では、荻の加工をします。で、荻の方は基本的に丸ノコばっかり使うって感じで。まず、深さですね。深さを、この50いった線よりちょっと出してください。まあ、5ミリから1センチの間ぐらい。1センチ出しすぎかな。5ミリから8ミリぐらいとか出して、このアリの首という線を切ります。これですね。頭か。この線を切ります。これ切り線ですね。これも墨を払う切り方です。墨ぴったりではなくて、墨を。これぐらいです。丸のこの刃が線の真ん中ぐらいで切るという感じが切り線ですね。でこれで切っていきます。はい。で、次に90度回して、180度回して、今度は線にぴったり合わせます。この下から、この線、上から50のいったところの線に、丸この、下から切るので、下から当てて、この線に合わせてあげます。まず、はい、こういうふうに切ります。これですね。で、こういうふうにわざと段差つけてあげると、これが深さの基準の線になるので、後で加工するときにやりやすかったりします。これですね。この段差がわざと残してあげると、後で加工しやすいです。あと先にこの胴付きという線を切ります。で、これは丸ノコ、さっきみたいに急いで切ると、丸ノコの刃がこうやってブレて、ガタガタするときあるんですよね。こう、急いで切るとこういうふうに、ここがガタガタするな、みたいな。なったりすることがあるので、そんなに負荷かけないように、まっすぐ切ってあげてください。はい。で、次は、この残ったところですね。に丸ノコをいっぱい入れていきます。はい。で、これだけ丸ノコ入れると、こんな感じで簡単に取れます。で、次に、この線。アリの、この首。この線を切ります。で、丸ノコの深さを、この首のところですね。これに合わせます。こんな感じ。これですね。に深さを合わせて、これを切ります。はい。で、90度回して、今度、逆に、一応深さの確認をします。同じく、同じ場所を切ります。で、今度、アリの頭の隅ですね。これ、アリの、この斜めの線を切ります。でこれは、深さ、50ぐらいに合わせて、深さ50に合わせて切ります。で、これ現場だと、こうやって切ったりするんですよ。丸のこう。見えますかね、こういうふうに。こうやってジャイーンと切ったり、こうやって切るんですけど、危ないので、やらないように、ここではやらないです。現場で教えてもらってください。で、これ斜めで切ります。で
次もでこれだけ残っちゃうんですよね。こういうふうにこの下まで、丸のこ入んないんですけど、まあとりあえずこれを入れてあげてください。でこれをまた差し金で、これ補助線で下まで下ろしてあげます。はい、あとは、これは手のこで切ります。この時にこういうふうに指で当てて、見えるかな、見えるかな、こういうふうに指で当てて、このせっかく丸のこで入ってる基準面があるので、そこに当てるような感じでまっすぐ引いてあげてください。はい、こんな感じです。で残ったカスみたいなものをのみでで、あとこの残ったやつですね。もう取ってあげます。この丸のこの線が深さの基準になっているので、まあそれを基準に取ってあげてください。丸のこのこの走ってるやつが溝がなくなるように取ってあげればきっちり深さがまっすぐいってるよってことになるので。あとは一応差し金でガタガタしないかですね。これが中とかがこの辺が高いとこういうふうにカタカタっていうので、それがないか確認をしてください。あとここもですね。ここもガタつきがないか確認してください。なんか丸のこがぶれちゃったりすると、ここがちょっとわずかにガタガタしたりするときもあるので、微妙ですけどね。ちょっとどうしてもこの刃先の最後ここで調整するときに、こっち側で深く入ってっていうか、その辺でちょっとずれたりするときがあるんですよね。なので、ちょっとそういうときは落としておきます。取れましたね。OK です。はい。で、これで、だいたい形は完成なんですけど、あと最後に面を取るという作業があります。それは、こうやって入っていくときに、角が出っ張ってると、そこが当たって、パンって飛んじゃうっていうのがあるんですよね。入りづらいとか。なので、この最初に入る、この斜めの部分、これ面取ってあげます。あと、ここもですね、ここも面取ります。あと、こっちも。面を取るのは、この三角形の部分と、あと、ここの斜めのところもうっすら取ります。基本、ここは取らないですね。あと、ここの部分も、ここもうっすらです。そんなに大きく取る必要はないです。こんな感じ。これぐらい。
こんな感じですね。はい。面を取るのは、これ面を取った状態なんですが、こことこれ以外、こことこことこれ、まずこの三角形の下と、こことここ、これは本当斜めにうっすらですね。上まで全部取るのではなくて、ここをピークにここ0ですね。ここ0でここから斜めにこう取るっていう。ここ0でここまで斜めに取るという感じ。見えるかな。ここは取ってはない、0。で、ここが、まあ、こっちと同じぐらいの面になるので、こう斜めに取るという感じです。で、面を取っておきます。はい。で、これで加工は OK です。で、組んでいきます。はい。では、実際に組んでいきたいと思います。はい。こんな感じですね。はい。ちょっと相手がいないので、歪みがちなんですけど、はい。大体こんな感じですね。ポイントとしては、アリの頭のところですね。ここにちゃんと隙間があるというところ。まあ、差し金が入らない程度ではあるんですけども、まあ、ちゃんとここが隙間が空いてるっていうこと。これがもう、ここが長いと全体的に伸びちゃって、ここが空いたりとか、下も空いたりとかっていうことになってしまうので、ここ気をつけてください。あと、裏面の胴付きですね。裏面の胴付きがきちっとついているというところですね。あ、逆か。ねじれてしまうので。はい。こういう感じで、胴付きがきっちりついているというところを、がポイントになります。あと、深さがちゃんと合っているというところも確認してください。これですね。はい。が以上になります。腰掛け、あり掛けの方、以上になります。ぜひ挑戦していただければと思います。あと安全第一ですね。安全に気をつけてやっていただければと思います。では、ありがとうございました。